台南のゲストハウスの朝。こうしちゃいられない。台湾の朝は早いのだ。おはようございます。では早速市場に朝ごはんを食べに行きます。日中が暑いせいか、台湾の市場は朝早くからすごく元気なんですが、これから、台南の水仙宮市場というところに行きます。そこでかきオムレツを食べます。今でも手書きの看板がかかる昔ながらの映画館。市場の前のかきオムレツ専門店。メニューはかきオムレツとしいたけスープご飯、かき、卵、そぼろ、もやし、レタス、そしてでんぷんの生地。この美味しそうなつや。でんぷんの生地が全体をとろっと美味しくうまくまとめてくれている。台湾料理の中でもかきオムレツってもともとよくわからない料理で、私かき好きなんだけど、かきオムレツはなんかブヨブヨしてるし甘いし、ちょっと美味しさがよくわからなかったんですが、ここのかきオムレツを食べた時に初めて美味しいって思って、この台湾の小粒のかきがすごいなんかとろっとしてミルキーで癖があまりないのがたくさん入ってて、かきの味に野菜のシャキシャキした感じがまだ残ってて、すごい美味しい。とってもあんは基本甘めの醤油ベースなんだけど甘ったるくない。さて市場を歩こう。と思ったら、人でにぎわう食堂が。麺のお店らしい。看板メニューは海鮮麺、スープ麺、混ぜ麺、麺とスープが別々、3通りの食べ方がある。よくわからないので唐辛子ソースとラー油と醤油を混ぜてみる。団子、イカ、豚レバーなど、茹でたて熱々の麺におなじみそぼろの醤油煮がかかっている。そぼろタレのうまみを絡めて食べるシンプルな混ぜ麺。ふわふわの団子。スープは意外とあっさり薄味だ。
豚レバーって初めてかも。特製適当ソースにつけて。新鮮でプリッとしたいい食感、臭みもない。麺もスープもシンプルで素朴だけど、具とソースの組み合わせや素材の新鮮さを楽しめる、市場で愛されているローカル麺料理だ。台南の良さは伝統が色濃く残っているところと、それを大事に活用して新しいものが生み出されているところ。このパリパリは一棟丸々リノベーションで生まれ変わった古くて新しい場所。1階がショップで、2階が美しいカフェ。ちなみに3階は素敵な民宿。いろんな豆のコーヒーとサンドイッチ、ケーキ。人気カフェなので混雑を避けて開店直後に来た。中国語に翻訳された日本の人気漫画がずらりと並んでる。しばし休息。ドラッグストアで肩こり筋肉痛に効くタイガーバームと万能薬のバイファー用、虫よけ虫刺されに夏場は必需品。ぶらぶら歩いて訪ねたのは台湾最古のお茶屋さん。你好。歴史を感じさせる茶葉の缶。試飲はできないけれど台湾産の銘茶が揃っている。大概170多年前。因为我们店在台南是162年，然后在台湾开的话是181年整。那桶子的话，因为它是陆陆续续收进来，所以它是大概170多年。现在也是在用的。不用了啊，不用了。啊，对，因为做茶的方式跟以前不一样啊，只放进口的红茶。现在的制茶方式跟以前完全不一样，所以我们做完茶就要马上送真空，所以它才能保鲜。这个冬顶和金萱。好啊。お茶は詳しくないので、代表的なトンティンウーロンとバニラのような甘い香りの金萱茶を買ってみる。パッケージには一つ一つハンコをしていく。丁寧に包んでくれた後、お茶の入れ方を書いてくれた。那金萱的话，这是它的茶园海拔，冻顶是它茶园海拔。水温的话，我们希望是在90度。那时间的话，从30秒、40秒、50秒。160年の老舗にゆったり流れる時間。この街にいると、私の体内時計も慌ただしいリズムから穏やかなリズムに調整されていくみたいだ。おじいさんが経営する日常使いのかご屋さん。
昼寝の後、バスに15分揺られて台湾で最も歴史ある町安平へツリーハウスを見に来た。ツリーハウスという言葉にトム・ソーヤの冒険の家的なものを想像していると全く逆で、ガジュマルに侵食された建物だ。ここは19世紀末に建てられたイギリスの貿易商社の倉庫。100年の時間をかけて壁から屋根まで全てをガジュマルが覆い尽くした。堅牢な建物も時間をかけて飲み込んでしまう自然の力を肌身で感じる場所。日没の時間に近くの海へ。晩ご飯は市内の台湾式大衆居酒屋へ。たくさんのお客さんでにぎわう。ここは店先の新鮮な肉や魚、野菜から好きな素材を選んで料理をしてもらう台湾によくあるスタイルの食堂。ビールはセルフ。こうやって新鮮な並べてあるその日の材料を選んで、それぞれの調理法でお願いする。メニューのないお店は台湾で熱い炒めると書いてジャーチャオとか、ちょっとここがかなり上級者向けで、私も上手に注文できないので、今日は牡蠣とそれからイカを選んで、もう調理法わかんないからお任せしますということでお願いしました。あ、来た来た。何これ。イカはこんな風に卵、ニンニクたっぷりと卵をまとわせて炒めたもの、めっちゃ美味しそうなのと、いやー、牡蠣はなんかこういう汁のあるこんな炒め煮みたいな感じに、こう台湾の揚げパンが入った、自分だったら注文もできないようなメニューが来ました。お任せにしてよかったです。それとご飯と台湾のビールでいただきます。イカが新鮮でプリプリのコリコリで、またこのたっぷりのニンニクと半熟の卵がうまい具合に、カルボナーラ、ニンニクの効いたイカカルボナーラみたいな、チーズ入ってないけどそんな感じです。こんな美味しい炒め方があったんだっていう感じ。すごい。ご飯にも合う。すごい。
小粒なんですけど、なんか食感がねすごいとろっとしててクリーミーでめっちゃ美味しいの、牡蠣が。でそれを甘めの醤油ベースの煮汁で、唐辛子も入れてピリッと煮てます。めっちゃご飯に合う。お酒にも合う。おいしい。この台湾の揚げパン、ヨティアオにこの汁が染み込んで多分美味しいんだと思います。うまっ。うまっ。台南の歴史に翻弄されてきた関関楼に来た。1653年、オランダによって建てられた後、オランダを撃退した鄭成功政権の役所になり、現存の建物は清朝時代に再建されたもの。赤と水色の色使いが南国らしく、夜の静寂とのコントラストもいい。あそこにマッサージ屋さんを発見しました。今日歩き回って足がめっちゃ疲れてるのでマッサージしてもらいに行きます。ここは目の不自由な方が手術してくれるマッサージ屋さん。足裏とふくらはぎのセット40分でお願いした。行きたいけど聞く方がいいです。なんでそんなに日本語上手なんですか？仕事だけです。足疲れた。足疲れた。いっぱい歩いた。すっきり。めっちゃ気持ちよかった。今日も昨夜に引き続き別の市場の2階にあるカフェに行こうと思います。このカフェがもうめっちゃ見つけにくいところにあるんですが、そこがまた魅力です。この天陽七世にゃんにゃんというところ、このお店の右側を入っていきます。向かうのはその名も鬼コーヒー。中国語で鬼とは幽霊のこと。確かにキョンシーでも出てきそうな佇まいだ。営業時間は昼の2時10分から夜中の11時27分まで。もしかしたら店主が幽霊なのかもしれない。市場の上にある家ってみんなこんな作りなのか、2階建てになっている。屋根裏みたいな空間は普通におしゃれでくつろげる雰囲気だ。夜遅くにひっそりとしたカフェで飲むアイスコーヒーとオーソドックスなプリン。何も考えず心地いい疲れに身を委ねる。明日はどこに行こうかな。